度魅力じゃ。今回はプレイステーションの風神領域エルツバーゲをプレイしていくのじゃよ。多彩かつ奥深い世界観とシナリオ、初心者でも分かりやすい操作系、こだわりの演出とビジュアル、そして対戦ゲームとしての面白さを兼ね備えたハイクオリティな傑作なのじゃが、あまり知られていないのが残念なのじゃよ。依然として変わらぬ危機的状況下から彼らは力持つ異世界の人間の召喚を強いられる。さまざまな思惑を絡ませつつ展開される大規模な召喚計画。非召喚者の選出基準はただ一つの要項に限られた。イカドルカに対抗し得る力を持つ者、召喚されし者たちは戦いを決意する。ある者は大切な存在を守るため、ある者はさらなる力を得んがため、またある者はイカドルカを愛するがゆえに、そして全ての事象はエルツバーユへと収束する。本作は1999年1月14日にユークスより発売されたプレイステーション用タイトルじゃ。開発及び販売を担当したユークスはプレイステーション初期からポリゴンを使った新日本プロレスリング闘魂列伝シリーズなどプロレス格闘技系のゲームを得意としていたのじゃ。スクエアから発売された爽快時の制作を経て、同社が初めてオリジナルの自社タイトルとして制作発売したタイトルで非常に力が入っている。ジャンルとしては 3D 格闘アクションゲーム、プレイステーションのゲームですと同心伝に近いゲームじゃ。アニメ並みのクオリティのオープニングメロディーじゃ。それもそのはず、アニメーション制作は天地無用や邪体制断崖王など80から90年代のアニメシーンを盛り上げた IC が担当している。キャラクターデザイン及び作画監督は古川のとして、最近では生徒会役インドのシリーズの創作画監督を担当するなど、今の最前線で活躍する実力者や声優も含めて、とにかくアニメーションとしても非常に高いクオリティなのじゃよ。オープニングでも若元ボイスで説明されていたが、本作のストーリーはいわゆる異世界召喚じゃ。多次元に同時存在する生命体、イハドルカの脅威にさらされていた異世界プラセールの国々は、一旦はイハドルカを風神領域に封印するも、イハドルカを完全に滅ぼすために一界からの召喚計画を実行する。召喚された者たちはそれぞれの思いを抱き、イハドルカとの戦いに赴くという感じじゃ。本作の特徴は、この召喚されたキャラクターたちがそれぞれ単独でアニメ作品が成り立つほどに細かく世界観が設定されており、実際にそれぞれのストーリーもアニメ番組仕立てで進むようになっている。ゲーム内のオプションにエンサイクロペディアという用語集があり、90年代のテイスト、今でい12秒全開の細かい設定も読むことができるのじゃよ。そして
本作のゲームシステムじゃが、操作方法は非常にシンプルじゃ。方向キー以外は攻撃ボタンと防御ボタン、これだけじゃ。必殺技コマンドも全キャラ共通なので、どれか一つのキャラになれれば他のキャラでもすぐに違和感なく操作することができる。かといって単純なわけではなく、超必殺技やダッシュ攻撃、ガード弾き、起き上がりキャンセルなど格闘ゲームによくある要素はほとんどカバーし、上級者同士の対戦ではかなり高度な読み合い、駆け引きを楽しめるのじゃよ。何よりこれらの操作方法についてのチュートリアルが非常にわかりやすく、説明書を見る必要がないくらいなのが素晴らしい。任務了解。任務トレーニングモードも備えており、技の連携などの練習がいくらでもできるのもありがたいな。そんなわけで、アニメ顔負けの物語と演出を簡単操作で楽しむ対戦ゲームとしての奥深さも増ったゲーム、ツバーユなのじゃよ。今回は登場キャラクターの一人、ダンザイバーでプレイしていくのじゃ。ダンザイバーの本名は無償。犯人が辺境文明保護機構の特異捜査官として地球を守る正義のヒーローじゃ。掛け声でタクティカルスーツを脱ぎ、パートナーである双子のユリーとユリー、狩猟ディラクルバスティール惑星狩猟旅団クライオスと戦っている。イクラセールに召喚された際に、心ない旧テーマ同士にユリーをイハドゥルカの封印強化のための媒体としてさらわれてしまい、ユリーを取り戻すためにもイハドゥルカに戦いを挑むというストーリーじゃ。イクラセールに召喚された得意監査官ダンザイバー、エルツバーイに囚われたパートナーユリーを助けるべく、ダンザイバーは多次元同一生命体イハドゥルカとの戦いを決意する。だがそんなダンザイバーを止めるため立ちはだかったのは、次週新番組「完全懲悪ダンザイバー」第1話、罪を断つ覇王の力ゼロ着ダンザイバー。完全に宇宙刑事シリーズを外した番組仕立てになっているのだよな。対戦相手のアルはイクラセールの旧テーマ同士でありながら、異世界の人間を召喚して戦わせることに異を唱えてダンザイバーを止めに来たという設定じゃな。そっちの都合で呼び出しといて、今度は止めに来ましたってか？言い訳はしません。でも異界のあなたたちをイハドゥルカと戦わせるなんてやっぱり間違ってる。だから力ずくでも止めてみせるか。なら受けて立つぜ。覇王の力が罪を断つ完全懲悪ダンザイバー。画面端の緑の1階の体力ゲージじゃ。攻撃ボタンを押しっぱなしにすることで超必殺技のゲージが体力ゲージの中に最大値まで貯めると超必殺技が1回使えるようになる。残り体力が少ないほど超必殺技のゲージが溜まりやすくなっており、一発逆転の可能性も高まるシステムじゃ。ゲージの上の赤いクリスタルの必殺技を使える回数これがいわゆる超必殺技じゃない。攻撃ボタンと方向キー下の捕獲攻撃は近距離だけでなく中距離、遠距離でもそれぞれ違う技が出る。ちなみにこれは近距離の捕獲攻撃じゃ。やばいな。こういうアイキャッチのイラストもす
僕宇宙刑事っぽいな。三鏡さん、僕は一人で背負い込むなよ。この世界、正義の味方が守ってやるさ。アルトも和解できてよかったのじゃ。リプラセールを守ることを約束したダンザイバーは次なる相手を迎え撃つ。自らの欲望のためにイハドルカの力を欲する陰陽師天保院ケイヤ。彼の黒い力がダンザイバーを窮地に追い込む。果たしてダンザイバーは彼に打ち勝つことができるのか。次回完全懲悪ダンザイバー第2話。邪悪なる欲望の罠、闇より来る黒き刺客、陰陽師天保院ケイヤ登場に断罪バースト。次は陰陽師の天保院ケイヤが相手じゃ。彼もまた異世界から召喚された人物じゃな。あなたみたいな人邪魔なんですよね。私のプランに狂いが生じてしまいます。ならどうするって言うんだ。もちろん邪魔にならないようにするまでですよ。攻撃ボタン、近距離だと自動攻撃、遠距離だと飛び道具に自動的に切り替わる。攻撃ボタンと航行キーの組み合わせで必殺技となる。ハウンドブレイクは攻撃ボタンと航行キーにした中距離の捕獲攻撃。まだまだ捕獲攻撃はどのキャラも当てる楽しいのじゃ。足元の肺炎の中に手を捉えるのに時間がかかるのですぐ防御をかわされてしまうのが悲しいのじゃよ。攻撃ボタンと攻撃後ろで出る必殺技が当たると相手でしばらく麻痺状態になるのでその必殺技を当てるチャンスじゃ。ダンザイバーの場合はライトニングドライブじゃな。これは必殺技のクリスタルを消費して必殺技を強化したのじゃ。ギリギリで倒したのじゃ。残り体力が少なくなるとマスク割れで素顔が見えるのがまた特撮ファンにはたまらんな。楽勝さ。ユリーを助けるまで負けてたまるか。だろルリ。ダンザイバーのパートナーであるルリーは風神領域にとらわれているユニット双子でどちらもダンザイバーのことが好きというお約束の展開じゃな。解析不能の力を持つシャハルとダンザイブレードが魂の火花を散らす。しかし2人は魔人シャハルの持つ真の力を知らない。そして戦いの最中ルリーの心は揺れる。次回完全懲悪ダンザイバー第3話。夏休み回帰シリーズ魔人シャハルの恐怖。夏休み回帰シリーズとか本当に特撮ファンをニヤニヤさせる要素が満載なのじゃよ。魔法使いに和風電気物、今回はダークファンタジーと世界観が本当に多彩なのじゃ。ダンザイバー、その件マテリアルスキャニングできないよ。危険だよ。心配するな。あいにくとこんなとこで時間食ってる暇ないからな。速攻で行くぜ。切り刻みがいがありそうだぜあんた。たっぷり時間かけて死なせてやるよ。この言っちゃっているロック系の兄ちゃん第2のちゃんと個別のストーリーがあるのじゃ。このそういうのはいかにも宇宙刑事という感じでわしは好きじゃよ。そういう関智一さんの演技が光るのじゃ。ちなみに昔からの連続攻撃もできるしされても防御ボタンで受け身も取れる。使うボタンは少ないが攻防の駆け引きは難しいのじゃよ。
はり最後のとどめはこの断罪バーストで刺したくなるのが人情というものじゃよ。ねえ断罪バー、もし私がユリーみたいになっても。どうしたルリー、なんか言ったか？なんでもない。なんでもないよ。だんだんと断罪バーの疲労というかダメージが蓄積しているようじゃな。激戦を続けるダンザイバーに挑む寄生装甲ネフィルムをまとった少女エリル。譲れない気持ちをその剣に託し、二人は戦いに落ちる。新陸のエリルの異名を取る彼女はなぜイハドルカに固執するのか。脅威の猛攻で迫る彼女を前にダンザイバーはアルとの約束を守れるのか。次回完全懲悪ダンザイバー第4話、強襲する残光は妖形少女の恋心、寄生装甲エリル・クローズ登場に。断罪バースト。ルリーは男っぽい強気な性格、ユリーはおとなしく控えめな性格と、これまたお約束をしっかり抑えたテラ設定なのじゃよ。イハドゥルカは俺が倒す。約束したからな。ここは引いてくれよ。誰と約束しようが勝手だけど、しんないわよそんなの。邪魔するんなら速攻地獄行きよ。結局こうなるのかよ。一応手加減はしてやるぜ。このエリルとの戦いで強制的にエリルのボーカルよりテーマソングが流れるのじゃ。私はダンザイバーの技の中ではこのスイングブレイズの演出が好きなんじゃ。ダンザイバーストより威力がありそうなのじゃ。スイングブレイズの演出はステージに入る以降が簡略化される。この辺りのテンポをキープした良いこだわりじゃな。ある意味より特撮番組っぽいと思う。やはりとどめは断罪バーストじゃな。実はエリルは一番最初に戦ったアルと関係があるのじゃよ。はあ、ダメか。ごめんねあるますます持って負けられないな俺は。エリルとの戦いの末、打倒イハドルカの決意を新たにした断罪。その前に現れた少女才月刹那は自分の前から逃げろと彼に必死の警告をする。そして躊躇する断罪バーを前にして彼女は驚異の変化を遂げる。果たして断罪バーは彼女を救うことができるのか。次回完全懲悪断罪バー第5話、奪われた天使の心、ブレザー姿の死刑執行人守護天使才月刹那登場に。断罪バースト。それぞれのストーリーを進めるとキャラ同士の関係が分かっていくのも楽しいのじゃ。逃げてお願いです。早く私の前から。早くやめてカリ。どうしたおい。逃げてって言ったじゃない。死んじゃっても文句言えないわよ。あ、死んじゃったら文句なんか言えないか。まさに中二病という感じじゃな。今度は学園回帰ものじゃな。あらゆるニーズに応える幅広い世界観なのじゃ。刹那も世界から召喚されたのじゃが、実はイハドルカによって召喚されたらしい。なぜ彼女が召喚されたのかも刹那のストーリーで明らかになるのじゃ。ちなみにお気づきかと思うが、必殺技の名前をわしが編集で追加しているのじゃ。余計なお世話というのは重々承知じゃが、
技名を分かりやすくするなら本作の音楽が使わればと思うのじゃ。まあ邪魔なら他にもこのゲームの動画がいっぱいアップされているのでそちらを見てくれ。何だったんだよ一体。ルリー、またお一人様ご案内だ。あ、分かった。でもダンザイバーこそ大丈夫？タクティカルフレームカフカひどいよ。心配性だな。クライオスの攻撃に比べればどうってことないさ。ダンザイバー。刹那の心を救った断罪は自ら戦いを求める格闘少女姫の緑が挑戦を叩きつける。古来の暗殺術部員流古式格闘術を使う彼女の猛襲にタクティカルフレームが悲鳴を上げる。姫の緑、彼女は断罪バーに部員を運ぶものなのか。次回完全懲悪断罪バー第6話、現れた迫撃の挑戦者、誇りを込めた熱き拳、熱血格闘少女姫の緑登場に。ダンザイバーのストーリーでは倒した相手はルリード母艦セインブリードに転送しているようじゃな。こういうのも細かい設定があってこその演出じゃな。へへ、あんたみたいなのと戦えるなんてね。それだけでもこの世界に呼ばれた甲斐があるってもんだ。そりゃどうも。けどな、誰も戦うだなんて言ってないだろう。はっきりしないね。男だろ。覚悟決めなよ、正義の味方。まだまだステージの BGM はキャラの世界観に合わせて全く異なっているというのが自然にまだまださすがに後半になってくると敵の攻撃もだんだんと容赦がなくなってくるの。ギリギリで弾大バーストが間に合ったのじゃ。負けちまったね。乾杯乾杯。危ない。バカ野郎、なんでこんなことを。なんでだろうね。あんたの言う通り私はバカだから。喋るな。ルリー、回収しろ早く。失敗外しちゃった。誰だ、出てこい。次回完全懲悪断罪バー第7話、断罪バー絶対絶命、少女の微笑みは死の招待状、超純粋隠り根登場に断罪バースト。さてここでプレゼントのお知らせです。あの人気声優関智一さんのサイン入り色紙を抽選で5名にプレゼント。希望の方は完成はがきに住所、名前、年齢、電話番号、ゲームの感想を明記の上、今表示されている宛先まで送ってください。こういうプレゼントコーナーを入れてくるというのがアニメ番組らしさをより際立たせるのじゃよ。当時応募してサイン色紙をもらった人はいるんじゃろうか。こんにちは、正義の味方のお兄ちゃん。貴様、何者だ。気をつけてダンザイバー。その子もスキャニングが効か。黙ってろルリー。こ
こいつだけは絶対に俺が倒す。お兄ちゃんってひどいな。女の子にはもっと優しくしてあげなきゃね、ルリーさうるさい。行くぞ。覇王の力が罪を断つ。完全懲ん。悪敵ともカズさんの名乗りが素晴らしい。そして先ほど緑を攻撃したのの存在、ルリヌが今回の対戦相手じゃ。1万年を生きるとなんとなく親近感を覚えるキャラなのじゃよ。後ろから突き飛ばされただけなのに大ダメージじゃ。さすがにこの辺りになってくると隙がないな。全然攻撃が当たらないのじゃ。全部ガードか期待されるのじゃ。なんとかギリギリで断罪バーストが当たったのじゃよ。どうにか追っ払えたか。しかし倒せたというわけではなさそうじゃな。ルリー、さっきは悪かったな。いいよ断罪は。みどりちゃんも大丈夫だよ。そっか。大丈夫断罪は。ああ、心配するな。じゃああいつのこと頼んだぜ。断罪バーのダメージが気になるのじゃよ。激戦に次ぐ激戦で断罪バーこと三鏡将の体は限界を超えようとしている。さらにそこへ名うてのバウンティーハンターガリー・バニッシュ・グレッグマンが襲いかかり、ルリーの悲しき叫びが戦いの地平にこだまする。断罪バーの戦いはここで終わってしまうのか。次回完全懲悪断罪バー第8話、激突する男と男の戦場に少女がこぼした悲しき涙。ナイスガイガリー・バニッシュ・グレッグマン登場に断罪バースト。女性キャラが多かったが、ここに来て待望のおっさんキャラの登場じゃ。あとは獣系がいればよかったかもしれないな。クラッツィローグ、ガリー・バニッシュ・グレッグマンだよな。本物に会うのは初めてだ。そして最後だよ、新米のあんちゃん。そんな怪我した体で俺様に勝てるかよ。ちょっとしたハンデさ。バニッシュの異名を試させてもらうぜ。怪我って断罪は。待ってそしてガリーはどうやら断罪バーとの戦いの人間らしいので、やはりライトニングドライブで動けなくしてからの断罪バーストが強いのじゃ。ショー、怪我ってどういうこと？ねえ答えてよ。ああ、かすり傷ってやつさ。それより次で最後だ。ルリ、すぐにユリーと合わせてやるからな。じゃあ通信終了。ちょっとシャレになんないかな。ずっと怪我を隠していたことがルリーにバレてしまったのじゃ。断罪バーはグラッツィローグ
ガリーとの戦いに辛くも勝利を収めた。だがイハドゥルカとの最終決戦に臨むダンザイバーの前に彼とウリ2つのタクティカルフレームが立ちはだかる。イハドゥルカを目前にして突如現れた最強の敵。戸惑うダンザイバーに告げられる影で糸を引く謎の人物の驚愕すべき正体とは。次回完全懲悪ダンザイバー第9話、風雲急を告げる強敵の影。秘められた思いはコーヒーの香り。不月偽ダンザイバー登場にダンザイバースト。なんと次は偽ダンザイバーなのじゃよ。ヒーローものにはよくある偽物じゃが、同キャラ対戦をこういう形にするのは面白いな。何？シミュレーションスーツ？遠隔操作だと？誰だ？誰が動かしてる？もうやめてダンザイバー。私これ以上ショーが傷つくの見たくない。だから止めてみせる。ユリーは私が助けてみせる。ルリー、お前か。バカ野郎、何にも分かっちゃいないよ、大バカ野郎。なんと実験用のスーツをユリーが遠隔操作で動かしているという設定らしい。やるな。ユリーを心配させまいときにダンザイバー。そんなダンザイバーを気遣い代わりに戦おうとするルリー。どちらも相手を思っての行動がダメに出てしまったのだ。背景にゲーマーズの広告が出ているのが気になるのじゃ。さすがにボイスはルリーの声では普通にダンザイバーの声なのじゃ。まだまだいけ。ダンザイバースト。救われのダンザイバーストに連発でなんとか倒したのじゃよ。ごめんねショー。私ね。バカ野郎。大丈夫さ。正義の味方を信じなさいっての。だから待っててくれ。そうだ、ルリーの入れたコーヒーが飲みたいな。帰ってきたら3人で飲もうぜ。待ってる。私待ってるよ。私コーヒー作って待ってるよショー。帰ったらお前の入れたコーヒーが飲みたいとか、まさに死亡フラグみたいなセリフで心配じゃ。最後の戦いを今挑む。イハドゥルカにクライオス使用ギラクルバの影を見るダンザイバー。彼はイプラセールを守ることができるのか、そしてユリーを助け出すことができるのか。戦え三鏡師匠、ゼロ着せよ完全懲悪ダンザイバー。次回完全懲悪ダンザイバー最終回。そして紡がれる未来。絶対存在イハドゥルカ登場にダンザイバースト。いよいよ次は最終回じゃ。イハドゥルカとの決戦じゃな。イハドゥルカ！何者だ貴様は。この感覚、ギラクルバー、まさか。ほう、その名を知っているか。そうか、貴様がダンザイバーか。ちょうどよい。この場でケリをつけてくれる。この世界のためにも、そしてあいつらのためにも、絶対に負けてたまるか。行くぞ。覇王の力が罪を立つ。完全懲悪ダンザイバー。最終回での名乗り、まさに特撮ヒーローの挙動を抑えていて素晴らしい。ギラクルバというのはダンザイバーがこの世界で戦っていた不正資料力のクライオスの主導者。実は次元に同時存在するイハドゥルカだ。
時が来る場でもあったという深刻な事実なのじゃよ。お、久々にセイングブレイズを使えたので、やはりこれは強い。とどめは断罪バーストに出したかったが、これはこれでいいのじゃ。というわけでエンディングじゃ。まさに一つのアニメ番組を見終えたかのようなストーリーじゃ。若干展開が駆け足になっているところもあるが、裏の設定がしっかりしているので、後でゲーム内の用語集で振り返ったりもできるのが素晴らしい。格闘ゲームでよくありがちな同キャラ対戦をうまくストーリー展開に絡めるというのもよくできている。ゲームとしても簡単操作で演出も派手なので技を出していって楽しい。対戦したキャラも技やキャラ設定が多彩なおかげで他のキャラを使ってみたいと思わせてくれるのじゃ。次回予告やタイトルの画像を入れることで CD の読み込み時間を感じさせないよう配慮しているのも良いな。全体的に隙のない作りで売れなかったのが不思議なゲームなのじゃ。ただこの時代はどのゲームもアニメーションを多用していたので売りにはならなかったのと、女性キャラが多めだったので色物っぽく見られてしまったのかもしれないな。ストリートファイター6や鉄拳8の映像を見ていると、もし今の技術でこのゲームをリメイクしたらすごいことになりそうな気がするのじゃよ。まあ制作にかかる費用もすごいことになりそうじゃが、ユリーは無事に助け出すことができ、ダンザイバーも大事に至らなかったようじゃな。ヒーローものらしく、最後はドタバタラブコメで終わるといい平和なエンディングじゃ。ま、一応ハッピーエンドかな。次回はまた別のキャラでプレイする予定じゃ。では、次回もよろしくな。